おーい、気持ち悪かった。ごめんなさい。えらいことしてる。あ、痛い痛い痛い。出来事をまとめるのにすごい便利な。ネーム書いててさ、限りなく本物の回に近づけて作って、こういうところから自分の想像力を広げていくってわけさ。一つ物語を作るって尊いことだなって思う。本当に最近。おはようございます。この報告毎回やってんだけどさ、今火曜日の朝8時、53分なんだけどさ、朝7時ぐらいに起きてさ、そっからずっとやってました。なのでもう2時間やっております。机の上汚い。これでも綺麗にした方なんだけど、一時すごいやばい時あって、ちょっと写真載せとこうかな。人間生活をさ、やめてたんだよね。一次創作のオリジナル小説を書いているものなんですけれども、私なんか分かってくれる人もいるんじゃないかなって思うんだけどさ、人間生活をやめる時期がなんかふと来るんだよね。どういうことって感じなんですけれども、と書いてました。一日どれぐらい書いてるかっていうと、朝起きてから夜23時までずっと、もちろん休憩したりSNS 見たりしてるんだけど、ずっと書いてましたね。この6月入ってからずっと。なので6月のセットアップっていう動画がどうしても撮れなくってちょっと汚いんだけど、こんな風に登場人物のこの時何があったかっていうスケジュールを全部書いてて、これいいところが2年以上あんのね、このノートが。これすごいおすすめ。2年とか3年とかさ、話の進みが長い物語の出来事をまとめるのにすごい便利だなと思ったんだけど、まずこれ振られてないからさ、日付が過去でも未来でもどんな日付のことでも書いてまとめられるし、架空の暦とかでもね、もしかしたら書けるし、年末年始しかスケジュールって言ってないじゃん。でもこれいつでも売ってるからすごいおすすめなんだよね。これを書いてて自分のスケジュールを書く余裕がなくてでさ、あともう一個おすすめなのが、このノートもおすすめで、こういう風に小回りになってるんだけど、1月2月3月4月5月とかって割ってって、一目見て年間の何が起きたかを見れるように、一日一日はこっちで書くっていう感じで、創作してる人におすすめです、非常に。で、私は大事なシーンだけ、小説なのにさ、これ雑。ネーム書いててさ、大事なシーンだけ。あとは、こんな感じで背景の絵とか、全部モザイクなんだけど、キャラクターの設定っていうかイメージ画とか、ちょっと気持ち悪いんだけどさ、ごめんね。学園ものなんだけどさ、気持ち悪かったらごめんなさい。ネクタイの締め方とか、個性出るところだと思ってて。っていうか、私学生時代ネクタイなんか毎日締めるんじゃなくてさ、こう輪っかのままこうグッってこうやってたからさ、だいたいみんなネクタイつけてる派の人とさ、つけてない派の人とさ、ダルダルしてる人とさ、だからそういうとこからキャラクターの解像度を上げていこうって思って、ネクタイの締め方の違いっていう、そうするとね、もう本当に生きてるみたいな感覚になってくるんで。で、あとね、これも買ったジャスミンの香りの香水なんだけど、自分の作品のイメージの香りみたいな買ってテンション上げたり、あとは作品イメージのブーケを作ってもらったりして、イメージがブレないように、世界観が一歩筋通って描けるように、そういう工夫をしておりました。っていうかブレてくるし、なんか私の場合ね、あんまりこう苦悩を見せないようにしてる人ってが多いのかなって思ったんだけど、苦悩を晒していくスタイルでやりたいなって思ってるからマジで大変だなって思っていやマジで大変、マジで大変でさ笑っちゃうんだけどさ、本当に全然出来上がんないんだよね。これは私がなんか多分才能がないからだと思うんだけど、今までの経験みたいなのを詰め込みたいなって思って、ちょっと死生観を入れたような作品にしたくて、話が重いっていうかテーマがちょっと重いからかさ、自分も沈んできちゃってさ、でもそれはいい沈みなんだけどね。富岡義勇さんのさ、凪あるじゃん。水の呼吸、なんとかのか、凪みたいな状況に陥ったんだけど、これみんなそうでもこんな頑張っても進んでないんだよ、全然。今ね63083文字しか進んでなくて、なんでかっていうと1万文字ぐらいがっつり消したんだよね。1万文字入れないことにするってさ、結構大きいと思うんだけど、増えては消しての繰り返しでさ、消すのも心苦しいんだけどさ、登場人物の体験がそこにあるからさ、孤独なんだよね、すごい。これって自分が未熟だからこういう風に
辛くなるのみたいな、誰かみたいな段階に至った瞬間があったんだけど、みんなそうなんだと思うんだけど、それを出さなかったり小出しにしてるだけでさ、なんて言うんだろう、潜っていかないと書けないんだよね。だけど言いたいことがあるのはわかるんだよ。表現したいことがいっぱいあるのが分かってて、感覚としてはその自分が海の上に浮かんでて、すごい深いところに登場人物たちの言いたいこととか気持ちとかが沈んでて、それを潜っていって、すごい深いところまで拾ってきたものを外に出して見せて体験させてあげたいみたいな感覚でやってて、ダイビングみたいな感じで書いてますね。なんかそういう感覚派の人っている？海を泳いでて誰も見たことがない洞窟を発見したいなって思って一人で泳いでるみたいな、っていうかもうダイビングが一番近いかも。その海の底に沈んだ主人公たちの言いたいことをこう拾い上げてあげたいみたいな。マシュマロでさ、ノートをご紹介してくださった方がいて、ペンネーム的なやつで登録しました。そのノートっていうのはどうですかっていただいた後に、ありがとうございます。本当に教えてくださって。よいしょ。乾杯。うまみ沢。もうなんか喋り尽くした次の日なんだけど、今日はやりたいことがあって、じゃーんじゃーん。真珠の発掘キット。今書いてるさ、小説がさ、貝がちょっとキーポイントになってて、なんかこれフライングタイガーで見つけてさ、憧れてたのよ。真珠発掘体験。これ買ってみました。5種類の真珠発掘できるらしいのよ。あとこれもなんかね、石を発掘するやつなんだって。こういうのが子供の頃から大好きなわけさ。なんかこのまま飾っておきたいぐらいなんだけど、楽しいじゃん、こういうの。いいでしょ？こういうネックレスにできるらしいんだけど、今ね書いてる小説のアイテムとして貝の真珠の成分が出てくるので、こういうところから自分の想像力を広げていくってわけさ。壊しちゃいそうだ。これさ、水に入ってないから偽物だっていうのはね知ってんのよ。このヘラでこじ開けるみたい。っていうか私手シワシワそれよりもやりたいことが山積みでさ、自分のハンドクリーム塗る暇なんてないんだよね、人生に。私さ、それが創作のいいところな気がする。気にならなくなる、日常の悩みとか。それより悩んでる暇ないんだよね。なんか言われるかなとかって思ったりするじゃん。人の目が気になったりとかっていうさ時あるじゃん。だけどなんか作ってるとそれで忙しいから本当に悩みが薄れる気がするんだよね。で、自分の日記とかでも文章にすればもうそれ作品なんで、 YouTube 作るのとかもさ夢中になれるしね。さーて行くぞー。でん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 。おーい、水入ってないからね。これ貝もさ嘘物でしょ。だけどいいの。うわー、こんなんだ。これ嘘物の貝ですね。だけど限りなく本物の貝に近づけて作ってるみたい。いいね。私こういうの大好き。本当に。この貝もいいね。本物の貝をさこじ開けてみたいな。あ、まあ見えた。弾け飛びそう。このチャリー、見て可愛くない？ちょっとなんか多分真ん中に芯があって、その周りを真珠層をつけたのかな。それとも嘘物っぽいけど、ちょっと Amazon でもう一回買ってみようかな。これ綺麗すぎるな。だけど楽しいね。私これ手相でね、ここ一本線あんの。なんかこれ珍しいらしいじゃん、これ。知らんけど。うおすげえ汚れるやつじゃん。どうする？これやる？仕方ないな。仕方ないなって何？じゃあ行きます。嘘。全然じゃん。何この動画。ちょっと待って。これはまずい。嘘。トンカチ持ってくる。これリアルトンカチ。あ、痛い痛い痛い。えらいことしてる。いや楽しすぎでしょこれ。あー取れたよ、ほら。なんかいたよ。ちょっと汚しすぎでしょ。私が小学生だったらさ、お母さんに怒られてるよこれ多分。これアメジストだね。わしには眩しすぎる。しまってくれんか。うわー、これはアメジストですな。間違いなく。本物かな。ちょっとインクルージョン入ってるか見てみようか。本物臭いな。
中に入ってそうだわ。アメジスト誕生石だから嬉しい。これは何だろうな。あ、これもアメジストっぽいな。で、子供の頃に好きだったこととかって創作のさ、助けになるよね。これもアメジストだ。こっちはもっと色が薄い感じだ。緑色の石とかが欲しいな。ここにいますね。あ、水晶だ。こういうのがさ、その創作のなんか意欲になったりするじゃん。だからさ、無駄な行動って一つもないなって最近思うんだよね。ほんと童心を忘れないっていうのはね、大事だと思う。楽しすぎるわ、これ。ワイン飲みながらやればよかったな。おー、取れたぞい。これは水晶かな。ローズクォーツの薄いところみたいな感じに見えるけど。あと最後の一個どの辺かしら。わーお、水晶っぽいな。これ綺麗だな。しましまが入ってる中に。中でさ、虹色に光ったりする石があるのよ。あ、虹色入ってるわ。ちょっとカメラじゃ映んないと思うけど、小さく。ちょっと洗ってくる。これもね、虹色入ってんだ。見えるかな、この辺り。ほら。この辺。これを見た人はいいことあるぞ。ほら、ここ入ってるでしょ。こういうの好きなのよ。とにかく。これとかすごく綺麗じゃない？なんか。これはローズクォーツっぽいな、なんか。いやー、いいですね、いいですね。いや、これ本物っぽいよね。どう思う？中にいるんだよね、いっぱい。私、鉱物好きだけど、詳しいわけじゃないからさ。顕微鏡とかあったらね、いいんだけどさ。こんな感じで、石と真珠やりました。えらいこっちゃ。だけど、これ取っとこうかな。ここのベッドの上におねんねさせとこうかな。ここに飾っとこうかな。この無印のこのノートと細かくノート、セリアさんのノートです。どんな時間経過辿ってったかっていうのをまとめて、あとこういう風に遊んだり、この香水買ったり、ブーケ作ったり、あと音楽ですね。作品の世界観に合うようにハープの音楽ずっと聴いてるんだけど、一本ブレないようにするとすごい作っててめっちゃ楽しくなるのでおすすめです。最近ね、ラストシーンちょっと手前ぐらいまで来たから、ちょっとね、涙流しながら描いてる。なんか結構辛くて悲しい話ではないんだけど、結構ね引っ張られちゃう時ある。みんなもそういう時あるかな。でもね、その作ってる時間ってなんかかけがえのない体験だなって思うし、キャラクターたちすごい感謝してやってる。いるんだよね。完全に。前回の動画からもう完全にいるになりました。本当に。その人たちのためにも完成させようって思ってます。でね、最近なんかほら、自分のさ、作ったゲームとかさ、漫画とかイラストとか教えてくださる方がすごい増えてて、ありがとうございます。自分一人じゃないんだって思ってね、なんか、ありがたいんだよね、本当に。ツイートとか見るのすごい大好きで。X にめっちゃいるので。ちょっとタイムラインうるさくしてしまったら申し訳ないんですけれども、よかったらフォローしていただけたら嬉しいです。で、スペース、ぜひやってください。あ、でもスペースだとさ、コメントできないのがあれなんだけどさ、スペースでやってくれたら嬉しい。スペースか配信。お願いします、マジで。他力本願寺。ということで、今回の動画もありがとうございました。一つでもアイディアになってたら嬉しいです。ちょっとね、ノートの動画がもしかしたら小説書き終わるまでね、難しいかもしれないんだけど、すみません。本当に楽しみにしてくださってる方が1ミリでもいらっしゃったら申し訳ないんですけど、ちょっと書き終わるまでノートの動画はお休みしようかなと思っております。楽しいっていうかね、なんか尊い。本当に。一つ物語を作るって尊いことだなって思う。本当に最近。次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。では、焼き鳥でした。